皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは、私が最近行った音楽フェスティバルサマーソニックについてです。いつもは日本のニュースとかイベントとか、カルチャーとか何かそういったテーマを決めて話すんですけど、今日はもうちょっとカジュアルな回になります。私の本当に個人的な、体験、イベントに行ったこと、それについてお話ししようと思います。私は先週の日曜日にサマーソニックという大きな音楽フェスティバルに行ってきました。サマーソニックっていうのは毎年夏8月に開催されるフェスなんですけど、知っている方または実際行ったという方はいますか？このサマーソニックっていうのは毎年東京と大阪の2都市で同時に開催されます。東京は夜中中やってるやつとか前夜祭みたいな感じで3日間あるんですけど、基本的には土曜日と日曜日の2日間この音楽のフェスティバルがあって、私は大阪の方に行きました。これは土日で違うアーティストたちが出演するんですけど、東京で土曜日に出演していたそのアーティストたちは次の日日曜日には大阪で出演して、土曜日に大阪で出演していたアーティストたちは次の日日曜日には東京で公演をします。こんな感じでこの東京と大阪でスイッチするみたいな感じのフェスティバルです。そしてこれは日本だけじゃなくて海外からもいろんなアーティストの方がたくさん来ます。なので一度に日本人または海外のアーティストいろんな方をたくさん見たいといった方にはとてもおすすめの、フェスになります。今年の出演していた日本人のアーティストだと星野源、平井大、ナンバーアイとか今瀬、バウンディ、クリーピーナッツとか新しい学校のリーダーズとか、こんな感じで本当にいろんな方がいます。この中で知っている方はいますかね？これ以外にも本当にたくさんのアーティストが出演していて、あとは K-POP のアイドルとかも出てたりします。こんな感じで本当にいろんなアーティストが海外から来たりもするんですけど、私は K-POP の RISE というグループが見たくて、日曜日は朝の11時ぐらいに会場に行ったんですね。そしたらそのステージ自体がまだ空いてなくて、その途中でこっちに並んでくださいみたいな案内があったので、そこに並んでたんですよ。じゃあもうその止まった瞬間から汗がもう止まらなくて、もうマジで滝みたいな感じで汗がブワーって出てきて、その時の気温は多分34度とか5度とかあって、太陽とかもめっちゃ照ってて、雲とかあんまりない空で、日傘っていうその日差しをカットする傘と、あとハンディファンっていうちっちゃい扇風機があるんですけど、それを持ってたんですけど、もう本当に意味はあるんですけど、それを持ってても意味がないぐらい汗が大量に出てきて、その用意するのにメイクとか1時間ぐらいかけて頑張ってやって、髪の毛もちょっと巻いたりとかしたんですけども、そういうのは一瞬にして全部流れていきました。そんな感じの、スタートでした。そしてその会場ステージに到着して始まるまで30分ぐらい待ってたんですけど、もう本当に溶けそうで汗大量にかいてみたいな感じでした。そしてライズの、みんなのステージは多分40分とか50分ぐらいあって、でダンスとか見て歌とか聴けて、本当にその瞬間も本当に楽しかったです。もうダンスとりあえず上手すぎと思って、それは本当に楽しかったです。そしてそのステージが終わってちょっと暑すぎたなってなったので、次はご飯を食べようってことになって、お店がたくさん並んでいるところまで歩いて行ってました。そしたらたまたま別のステージがあって、そこで今瀬さんが、もうすぐ出てくるってとこだったので、そこでそのステージを見ようってなったんですけど、
さっきのライズが出てた、ステージは下が芝生なので、芝生は緑の草、ちっちゃい草、グラスなんですけど、なのでまだなんか太陽の日差しがマシな感じはあったんですけど、この今さんが出てたステージは地面がコンクリートだったので、もう太陽の日差しが全部跳ね返ってきて、もう本当に暑くて、途中まで見てたんですけど、もうやばいってなって途中退散しました。そしてお昼ご飯のところにたどり着いて、うどんを食べました。皆さん、うどんって何かわかりますか？うどんは小麦粉の白い麺です。ヌードルです。うどん。これを食べて、ちょっとゆっくりしてたんですけど、じゃあなんか遠くの方で水をホースで撒いているみたいなところがあったので、行ってみることにしました。で、行ってみると、それは水じゃなくて氷だったんですよ。巨大な氷を大きな機械みたいなトラックに入れて、そしたらその大きなホースみたいな蛇口みたいなところから大量に氷が噴射されてたんですけど、これが落ちてきたらめっちゃは言い過ぎてますけど、普通に痛くてみたいな感じになりました。なんか普通にみんなその場にいて楽しそうにしてたので、なんか氷が当たってもめっちゃ気持ちいい感じなのかなと思ったんですけど、普通に行ったってなってすぐ退散しました。その空から降ってきてるので、結構上にボーンって打ち上がって、それが降ってくるって感じだったので、めっちゃ痛いやみたいな感じになりました。もちろんその誰かが怪我するような痛さではないんですけど、やっぱ氷がそりゃ上から降ってきたら痛いですよねっていう感じでした。で、なんかちょっと濡れてすっきりはしたんですけど、まあその暑さがどこかに行くほどの冷たさはなかったです。残念ながら。まあそんな感じで、次のお目当てのアーティストがワンリパブリックだったので、ワンリパブリックが出るステージに向かいました。これはメインステージで、その前に NCT Dream が出てて、もう会場は本当にたくさんの人で埋め尽くされていました。なので、一旦とりあえず後ろの影の方に座って休憩という感じで NCT Dream を聴いてました。そしてそれが終わって、One Republic ということでステージのできるだけ前の方に行こうと思って行ったんですけど、まあもちろんその人がぶつかり合うぐらいぎゅうぎゅうではないんですけど、そんなたくさんスペースがあるっていう感じではなくて、そこで多分30分40分ぐらい、出てくるまで待ってたんですけど、もうその時が本当に暑いのはもちろん、もうそれが夕方ぐらいだったので体力が全然残ってなくて、もうこれマジでやばい、倒れそうぐらいに感じてたんですよ。そしたら友達がその塩の飴があるんですけど、それをくれて、それを食べたら本当にびっくりするぐらい回復して、マジで水分補給とか塩分補給マジで大切だなって思いました。その気分が全然違うんですよ。なのでまあこんな真夏の35度とか6度とかの炎天下の中で一日中外にいながら何かするっていう機会はあまりないかと思うんですけど、もしその夏に外で運動してるとか夏に外でイベントがあるって人はもうみんな絶対お水とあと塩分も補給できるように絶対しておいてください。まあもちろん分かってることだと思うんですけど、いざねアーティストとかを目の前にしてたら楽しさもたくさんあるので、楽しさが勝って自分の体がどういう状況かっていうのを忘れて、気づいたらバターみたいな倒れる可能性もあるので、それは本当に気をつけないとなと思いました。そしてワンリパブリックが出てきて、結構ステージ近くて肉眼で見れるぐらいの距離でした。それで本当に楽しいステージがあって、でその次がバウンディだったんですけど、もうその時には体力が残ってなくて、一番また後ろに行ってちょっと影がありそうなところに行って座りながら弾いていました。でバウンディの曲は聴くんですけど、その彼がステージでどんなパフォーマンスをするかっていうのを見たことがなくて、で楽しみにしてたんですけど、なんか予想と違って、こういう感じで
なんかパフォーマンスするんだっていうのがすごいギャップでした。でも曲は好きで、ステージはめっちゃ遠くからだったんですけど見て楽しみました。これが、私の今年のサマーソニックでした。今までは2回行ったことがあるんですけど、その時には会場が違くて、今回は万博公園と言われる大きな公園でこのフェスティバルがあって楽しかったです。とっても楽しかったです。でもとりあえず暑すぎてもうこれはどうしようもないんですけど、どうにかできないかなってなんかずっと思ってました。今日は、とてもカジュアルな感じに、いつもはスクリプトとか書いて事前にめちゃめちゃまとめたりするんですけど、今日は自分の思い出なのでスクリプトとかは用意せずに思い出しながらお話ししてみました。皆さん学生でも働いている方でも結構夏休みとか終わっている方がほとんどかなと思います。皆さん何か夏した楽しかったことなどありますか？もしあれば、コメントで教えてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。